地の底から魔力があふれるようなウッドレジンのペンダントを作るぞ。今回の木はパドック。ペンで軽く線を引き、線に沿ってマスキングテープを貼る。テープに沿ってノコギリでカット。さらにこれを半分にするよ。今回は隕石が地面に衝突したようなクレーターを作りたいので、中心部に大きく穴を開けます。クレーター内も広げてすり鉢状に形を作るよ。クレーターの縁の部分をニッパーで軽く荒らしておきます。割っちゃわないように注意。もう片方の半分にしたパドックを砕いて木片を作ります。砕いた木片はニッパーでさらに細かい破片に変えていきます。ここまでで草削りカスを掃除機で吸って集めるよ。後で使うから捨てないでね。砕いた木片をクレーターにボンドで接着。高さや位置を微調整しながらいいポジションを探そう。掃除機で集めた削りカスをボンドと混ぜてクレーターの周囲に盛り付けていくよ。木片を囲むようにして不自然にならないように盛り付けます。衝突で荒れた地面をイメージしながらスティックでつついて荒らします。ここからはちょっと危険な作業。バーナーで木を焼きます。レンガの上に木を置いていざ放射。ちょっと怖い。長時間火を当てると燃えすぎてしまうので、火を当てるのはほんの一瞬だけ。これを繰り返して木に焦げ目をつけます。だいたいこんな感じかな。さらに焦げ目にアクリル絵の具で塗装していきます。ちょっと灰色にするとそれっぽく見えるかな。クレーターに蓄光パウダーを入れていきます。使う色はブルーグリーンを基本に若干の青と紫を振りかけ変化をつけます。内部の溝にも忘れずに。アクリル板で作った型に木をはめ込みます。エポキシレジンを用意します。今回使うのはこのレジン、隠れ工房グリーンオーシャンのエポキシレジンです。最初に少量だけ用意しクレーター内に垂らしていきます。こうすることで大きな気泡が出るのをある程度防げます。クレーター周囲にも筆でレジンを塗っておきます。少し時間を置いたらクリアなレジンをクレーターより少し上まで入れます。ここでも少し時間を置いてから蓄光パウダーを振りかけます。今度は待たずにレジンを追加で入れます。あとは硬化を待ちましょう。硬化したら型を剥がします。ここからランダムカットで成形していきます。まだ曇っていますが、今回はこのままコーティング液につけます。その前に LED ヒートンをつけましょう。使うのは青の LED。 レジンを塗ってヒートンを接着。ヒートンの穴に竹串を通したらいざドボン。全然深さが足りないや。仕方ない。筆で塗ります。気泡が入りやすくなるからあまり筆で塗りたくないんですけどね。最後にコーティングポリマーで艶出しと保護をします。完成。ワックスコードをつけてペンダントトップにしました。一見するとただのクリアなウッドレジンペンダントです。光を蓄えてみましょう。暗くするとこんな感じ。地の底から緑の光が溢れているように見えます。 LED をつけてみましょう。今度は一転海の中のように見えます。海底がぼんやりと光って見えますね。3つの表情が楽しめる不思議な魔力を感じるペンダントはいかがでしたか？よかったら感想を聞かせてくださいね。また見てね。